皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。現在、直行線点法について説明しています。前回は本法による二点境界値問題解法の概要を述べました。しかし、本法の適用性を高めるためには、ここで述べた手順を一般化する必要があります。そこで今回は、その手順の説明の1回目として、計算点、言い換えると直行線点を効率よく計算する方法について述べます。直行線点法により二点境界値問題を解く方法を一般化した手順は次のようになります。まず、計算精度に応じて計算点の数、すなわち線点数 n を与えます。次に、微分方程式の計算領域内に割り当てられる n 個の線点を計算します。他の方法では通常、計算点を等間隔で設定しますが、直行線点法では線点を不等間隔で割り当てます。これは少ない線点数でも計算値の精度が高くなるようにするためです。線点にはヤコビの直行多項式の値が0となる点を用います。したがってはじめに線点を精度よく計算する必要があります。線点数 n は計算値の精度をどれくらいにしたいのかで決めます。微分方程式の解が緩やかに変化する場合、その数は5点もあれば十分ですが、大きく変化する場合には10点以上にするのが良いと思います。次に線点を使い、線点乗数を計算します。線点乗数は同関数を近似するための行列成分の値です。後の動画で述べますが、当初用いられていた方法では、線点数を5点以上にしたとき、線点乗数を精度よく計算できなくなります。この問題は、私どもが導入した別法により解決することができます。次に、線点乗数からなる同関数の近似式を使い、微分方程式を線点方程式の形で表します。これは境界条件も含めながら手作業で行います。最後に、線点方程式を行列演算により解き、線点での数値解を求めます。これで微分方程式を解く操作は終わりですが、必要に応じて得られた数値解を使って積分を行います。この場合、求めた解の精度を生かすため、高精度数値積分が可能なガウス型数値積分を使うのが良いと思います。それでは、今回の動画の主題である直行線点の計算法について述べましょう。今、例題として用いる触媒反応の二点境界値問題の解は、単体の中心軸に対して対称になります。そこで、x 座標を z イコール x2 乗の関係を持つ z 座標に置き換えます。これにより、n 次のヤコビの直行多項式 φnx2 乗を φnz と表します。また、前回の動画で述べた
X 座標における直行条件1式は Z 座標において2式で表されます。ここで φnz は区間0、1に n 個の0点、すなわち内部線点を持っています。これらの値を小さな順に Z0 から Zn プラス1までの記号で表します。ここで Z0 イコール0、Zn プラス1イコール1です。また、X 座標におけるヤコビの多項式は Z 座標において3式で与えられます。本式を代数方程式として線点を直接求めようとすると、1付近の線点値の精度が低くなります。そこで次のような前科式を導入します。次に行われる線点乗数の計算では、線点そのものの値のほかに隣り合う線点同士の差が必要になります。そこでこの差を取るときに生じる桁落ちを防ぐため、ここでは ZK の代わりに旧式で定義するデルタ K に対して収束計算を行います。また φnz はヤコビの直行多項式から見出される次式の値を初期値とし、前述の前科式を使って順次 φ2z から φnz までの計算を行います。図に示すように N 次のヤコビの直行多項式は Z が0から1の範囲に N 個の0点を持ちます。まず Z1 を求めるためのデルタ0に対する初期値には φnz に対する Z イコール0における接線が Z 軸と交わる点、すなわち12式の値を用います。次にデルタ K の初期値ですが、まず13式で示す値を順次計算します。そしてその都度隣り合う Z における φn の値、すなわち14式で与える値と15式で与える値の積を取ります。その際、この値が正か負かをチェックします。もし負ならば、それらの Z の値の間に0点があることになるので、直ちに16式で与える値を計算します。そして、これを17式へ代入し、この値をデルタ K の初期値として使います。計算の繰り返しごとに18式の値を計算し、続いて19式の値を計算します。ここで式中の φn' は20式で計算します。そこでもし21式の関係が満足されたら計算を終了します。これが満足されなければ、デルタ Kr の値を22式により修正し計算を繰り返します。求めた隣り合う2点間の差を使うと、2の線点 Zm と Zi の差を23式で得ることができます。
以上の手順によれば、倍精度計算において有効数字15ないし16桁を持つ先天値を計算することができます。X 座標での先天値が必要であれば、求めた値を24式の関係により変換します。n イコール5として計算した先天値を表に示します。これらの値を使い先天乗数を計算します。これについては次の動画でお話しします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。